I'm John Bollinger. I'm the fellow who created Bollinger Bands a very long time ago. And I wish to tell you one thing before we get started. I am not, in fact, dead. この男性、ボリンジャーバンドを考案したジョン・ボリンジャー氏。正真正銘の本人であり、実はまだご健在です。ボリンジャーバンドといえば誰もが知っていると言っても過言ではない非常に有名なインジゲーターですが、Well, trading bands are, I think, probably one of the most misunderstood of all technical tools. People think that they give absolute kind of buy and sell signals. と、その使い方を誤解している人も多いと言います。And so the idea is that we want to be able to find places on a chart where we can make a trade where the odds of our success are great and the amount we have to risk is relatively small in relation to the potential gain. The purpose of Bollinger Bands is really to help eliminate emotions from the trading process. こうした発言からもわかる通り、ボリンジャーバンドの考案者本人が提唱する使い方と世間一般の使い方にはギャップがあるようです。そこで今回はボリンジャーバンドの考案者であるジョン・ボリンジャー氏本人が明かすボリンジャーバンドの使い方3つのパターンをご本人の講演を通じて解説し、ボリンジャーバンドの本当の使いこなし方に迫ります。トレンドの初動と終わりの捉え方、反発反落の見極め方、スクイーズやエクスパンションの把握方法、このような皆さんも耳にしたことがあるかもしれない使い方をより客観的に再現しやすい方法で、かつトレードルールに落とし込むにはどのようにすればいいのかが考案者の視点で解説されています。さらに、ジョン・ボリンジャー氏が実際に使っているオリジナルのボリンジャーバンドを再現できるインジゲーターも新たに公開しましたので、その使い方と合わせて紹介していきます。ボリンジャーバンドを使っている方は今回の内容特に必見ですが、それ以外の方にとってもルール化やトレードの精度を上げるためのジョン氏のアドバイスは他のトレード手法にも応用できる考え方です。インジケーターを用いてどうトレードルールを作るのか、どのように感情を排したトレードを行うのか、そのヒントも見つかると思います。ぜひ最後までご覧ください。では早速、ジョン・ボリンジャー氏が用いるボリンジャーバンドについて見ていきましょう。彼がボリンジャーバンドを使う際は、一般的によく知られているボリンジャーバンドに加えて、そこから派生した2つのインジケーターを合わせて相場を見ていくそうです。まずはメインのボリンジャーバンドの設定と見方から解説していきたいと思います。ボリンジャーバンドとは、このような3本のラインで構成される相場のボラティリティ、つまり価格変動の大きさを可視化するインジケーターです。まずこの真ん中のラインをミドルラインと呼びますが、通常は期間20の単純移動平均線 SMA と呼ばれるものを用います。トレーダーによっては移動平均線の種類や期間を別のものを用いるケースもありますが、期間20の SMA が一般的です。ジョン氏もこの期間20の SMA を用います。そしてミドルラインの上側にあるラインをアッパーバンドと呼びますが、これは真ん中の移動平均線に標準偏差の2倍を足したラインを表します。反対にミドルラインの下側にあるラインをロアーバンドと呼び、真ん中の移動平均線から標準偏差の2倍を引いたラインを表します。計算式で表すとこのようになります。上側のアッパーバンドのことをプラス2シグマライン、下側のロアーバンドのことをマイナス2シグマラインと呼ぶこともあります。標準偏差というのは、例えば期間20の移動平均線であれば、直近20期間の各終値がこの真ん中を走っている移動平均線からどれぐらい散らばっているかを示します。移動平均線から離れた終値が多ければ多いほど標準偏差は大きくなるので、この上下のバンドは拡大するということになります。反対に移動平均線に近い終値が多ければ多いほど標準偏差は小さくなりますので、上下のバンドは収縮することになります。普段移動平均線を使っている方は非常に勢いがある相場を思い浮かべていただきたいんですけれども、相場が強く上昇していくときというのは価格が移動平均線から離れていきますよね。なのでそのように移動平均線から離れた価格、終値が多ければ多いほどそれは相場のボラティリティが大きいということになり、このバンドも拡大していく。反対に相場に勢いがない場合は価格が移動平均線の近くで推移するので、そうするとこの計算式にある標準偏差の値も小さくなる。なのでバンドの幅は収縮していく。そのようにして相場のボラティリティを測るツールだということですね。トレーダーによってはプラスマイナス2シグマラインの他にこのように追加のバンドを表示している方もいると思います。今黄色のラインで表示しているのがミドルラインに標準偏差の1倍を足したり引いたりしたプラスマイナス1シグマのライン。緑のラインで表示しているのがミドルラインに標準偏差の3倍を足したり引いたりしたプラスマイナス3シグマのラインと呼ばれるものですが、ジョン氏のボリンジャーバンドではプラスマイナス2シグマのみを用います。
そしてボリンジャーバンドを見ていく上で重要なのが、価格がアッパーバンド、ロアーバンドに到達した時の意味なのですが、皆さんはこのバンドに到達した時の意味をご存知でしょうか？ボリンジャーバンドを使っている方、もしくは聞いたことがある方の中には、ボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマの内側に値動きが収まる確率は 95.4% なんていうことを聞いたことがあるかもしれません。それだけの確率でこのバンド内に収まるのであれば、アッパーバンドに到達したら今度は下がっていくのでは、つまり売りシグナルではと思う方もいるかもしれませんが、これについては考案者であるジョン氏がこのように語っています。Bollinger Bands and all trading bands define high and low on a relative basis. By definition, price at the upper band is high and price at the lower band is low. This is the basic function of all trading bands. Now, you may think that this is not a sort of powerful idea, but it is a very powerful idea because using those relative definitions, we can find trading setups that meet our goals. と語っている通り、価格がアッパーバンド付近にあるということは相対的に高い水準にあり、ロアーバンド付近にある場合は相対的に安いということを意味する。バンドに到達したら買いや売りのシグナルであるとか反発反落を期待する。そういったものではなくて価格が相対的に高いか安いかを判断するために用いるということですね。では続いて残り2つのインジケーターについて見ていきましょう。その2つのインジケーターというのがパーセントビートバンドウィズと呼ばれるもの。パーセントビートは現在の価格をボリンジャーバンドの上下のバンドに照らし合わせたときにどの位置にあるかを示すものです。計算式はこのようになっています。そしてパーセント B が1に近いときは価格がアッパーバンドの付近に存在。反対にパーセント B が0に近いときは価格がロアーバンドの付近に存在しているということを意味します。こちらが実際にパーセント B をチャートに表示した状態なんですけども、このパーセント B が1に近い時の価格を見てみると、このアッパーバンドに貼り付くような形になっていますよね。ロアーバンドに関しても同じです。価格がロアーバンドに近い時には、パーセント B の値が0付近になっています。続いて2つ目のインジケーターがバンドウィズと呼ばれるものです。バンドウィズとは名前の通り、バンドがどれぐらいの値幅になっているかを示すものです。例えば、ボリンジャーバンドがこのような状態になっているとき、この部分はバンドが縮小して、この部分は拡大していますよね。このようなバンド幅の縮小拡散の様子を定量化して数値として表示したものです。計算式はこのようになっています。実際のバンドウィズのインジケーターを表示するとこのようになります。チャートの下の部分ですね、緑のラインで示しているのがバンドウィズのラインです。例えばチャートの真ん中付近見ていただきたいんですけども、バンドが縮小している状態から拡大している状態に変化していますが、縮小しているところを見るとバンドウィズが低下して、バンドが拡大するとバンドウィズのラインも上昇して値が大きくなっていることがわかります。このようにボリンジャーバンドのバンドの収縮と拡散のリズムを数値化したものがバンドウィズです。このあたりは動画の次のセクションで詳しく見ていくことになります。3つのインジケーターを同時に表示させるとこのようになります。メインのボリンジャーバンドとパーセント B とバンドウィズの3つですね。このインジケーターはトレーディングビューのコミュニティに公開していますので誰でも使うことが可能です。動画の概要欄にリンクと詳しい設定方法を記載していますので確認してみてください。ではジョン氏が用いるボリンジャーバンドの設定を理解したところで実際の使い方3つのパターンを解説していきたいと思います。皆さんも知っている聞いたことがある内容がより再現しやすい方法でかつトレードルールに落とし込みやすいように解説されていますのでぜひ注目してください。まず1つ目がトレンドの初動と終盤の見極めです。ここで重要になるのがボリンジャーバンドのスクイーズとバルジという2つの動きです。スクイーズというのは今表示しているチャートの真ん中付近にあるようにこのようにバンドが収縮する段階のこと。バルジというのはその反対でバンドがこのように拡大する段階のことを指します。エクスパンションとも呼ばれるのでそちらの方が馴染みがあるかもしれません。そしてジョン氏の用いるボリンジャーバンド。呼びやすいようにですね、JBB と名付けたいと思いますが、JBB では The squeeze is a period of very low volatility. I define it as the lowest value of bandwidth in the past 125 periods. Now, for me, periods are daily bars because those are the charts that I learned to use when I came into the business. But for you, they could be 5-minute bars, hourly bars, daily bars, weekly bars. It doesn't really matter.
It's the rules are all the same, the patterns are all the same. The time it's just the time frame that changes. A bulge is the highest value of bandwidth in the past 125 bars. A squeeze is the birthplace of trends. It's where trends begin. And a bulge is where trends go to die. このようにスクイーズは過去125期間のうち最もバンドウィズが小さいポイント。バルジは過去125期間のうち最もバンドウィズが大きいポイントと定義をしています。通常ボリンジャーバンドを使うときというのは、ボリンジャーバンドのバンド幅が縮小している時期をスクイーズ、バンド幅が拡大している時期をエクスパンションというように面で捉えるのが一般的だと思いますが、JBB ではこのようにピンポイントにかつ定量的に定義をしています。この数字を使ってより客観的にルールに落とし込みやすいようになっているのがポイントですね。ではこれらの動きをチャートでどのように見つけていくのか。そのために用いるのが先ほど紹介したバンドウィズのインジケーターです。実際のチャートを使って例を見ていきたいと思います。こちらは日経平均の冷やしチャートですが、チャートの下段に表示しているのがバンドウィズのインジケーター。緑のラインがバンドウィズそのものを表しています。上下に白のラインが走っているのが見えると思いますが、上のラインが過去125日間での最大のバンドウィズ。下のラインが過去125日間での最小のバンドウィズです。先ほどのスクイーズの定義を思い出していただきたいんですけども、過去125期間のうち、バンドウィズが最小になっている時をスクイーズと呼ぶんでした。例えばこういうところが該当します。今ちょうど赤の三角印がついているところですね。メインチャートのバンドを見ると、実際にバンドが収縮している局面であることがわかります。そしてそこからトレンドが始まっている様子が確認できます。チャートの左側のこの辺りもそうですね。バンドを見るとやはり収縮しているところだというのがわかります。では今度はバルジまたはエクスパンションを見ていきましょう。例えばここですね。緑の三角印が表示されているところですが、ここなんかは過去125日の最大バンドウィズを上に抜けたところなので、ここはバルジです。ただここでは一旦反落は発生しているものの、そこからさらに上昇が再開しています。はい、今度はチャートの左側ですね。ここのポイントに注目をしてください。ここも過去125日で最大バンド幅のポイントなのでバルジです。その後相場は調整局面ともいえる横ばいのフェーズに突入しています。そしてそのすぐ左隣、ここもバルジですが、ここは一時もみ合いになっていますけれども、その後上昇トレンドが再開していますね。はい、少しチャートを左側にスライドして、次はここを見ていきましょう。ここも過去125日の最大バンドウィズを上にクロスしているポイントですが、バルジというのは先ほどの定義に基づくとトレンドの終盤を示唆するんでしたよね。この部分の下降トレンドが終了して上昇トレンドに転換したポイントであることがわかります。そしてボリンジャーバンドを使っているときに誤解しがちなのがここです。Now, it's really important. A bulge marks the end of that trend, but it does not necessarily mark the beginning of a trend in the opposite direction. It could just mark a beginning of a consolidation pattern that leads to a continuation of the trend. What it means to me is just that this phase of the trend is at an end. バルジが発生したからといって必ず逆方向のトレンドが開始するとは限らないということ。レンジ入りしたり再び上昇が再開することもある。例えば今のチャートの例ですと先ほど確認したここのポイントというのはバルジになっていますが、その後一旦もみ合いを形成した後に上昇トレンドが再開するような形になっています。ただここでのポイントというのは一旦この上昇の部分は終了してこれから調整が始まるかもしれない。そういうふうに捉えるということですね。はい。ということで、まずは一つ目の使い方でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか？ボリンジャーバンドを使うときは、バンドの収縮と拡散のリズムを捉えるのがポイントになると思いますが、収縮と拡散というのは主観的になるので、どうしても曖昧になりやすい点はあると思います。例えば、ここもスクイーズですけれども、ここもバンド幅が小さくなっているので、スクイーズと見れますし、ここはどうなんだろうとかですね。一方の JBB では125という期間に注目してスクイーズとバルジを見ていくので、例えばこの部分はバンド幅が縮小していますが、その中でさらに期間125のバンドウィズが最小になったポイント、そこが新たなトレンドの生誕地になるかもしれないというように、よりチャートに濃淡をつけて見られるという点がポイントだと思います。動画の冒頭でジョン氏がボリンジャーバンドの目的の一つは感情を排除することというように言われていましたけれども、バンドの収縮と拡散一つをとっても、
この125期間でのスクイーズとバルジが発生するまでは何もアクションしないというようにすることでルール化しやすくなりますし、感情的なトレードを避けることにもつながりますよね。では続いて2つ目のパターンを見ていきましょう。2つ目はボリンジャーバンドとダブルボトム、ダブルトップを組み合わせた相場の反転の見極め方です。ダブルボトムといえば相場の底打ち、反転を示唆するチャートパターン。ダブルトップは相場の天井、反転を示唆するチャートパターンです。例えばダブルボトムであれば、このように下落している局面で2点底を築いて、そこから反転上昇していくときに発生することがある値動きの形状。反対にダブルトップは上昇から下落に転じるときに発生するチャートパターンですけれども、このダブルボトムやダブルトップを見極めるときにも、ボリンジャーバンドを含む3つのインジケーターを活用することで、よりルールベースの感情を排したトレードができるような工夫がされています。ではそのダブルボトムの見極め方を見ていきましょう。We go from a decline to a slight rebound to a second decline and then an upward reversal. We call the first decline the momentum low. This is where, the price comes down very fast and very sharply, and we get outside the lower Bollinger Band. We bounce back in, and then we make a final new low. We call that the price low. So we get a momentum low on the left side of the W, and then a price low on the right side of the W. So the ideal W bottom is a new absolute low that is not a new low in relation to the Bollinger Bands. And I'll show you one of these in just a moment. So for the ideal pattern, percent B should be higher on the right-hand side of the pattern, and the peak in bandwidth should occur on the left-hand side of the W. はい。ということで、ダブルボトムを見極めるための条件として3つが紹介されていました。1つ目が、ダブルボトムの右側の谷の安値がバンドの内側で形成されていること。2つ目が、ダブルボトムの左の谷から右の谷に向かってパーセント B が上昇していること。そして3つ目が、ダブルボトムの左側の谷でバンドウィズがピークに達していること。特に1番の右側の安値がバンドの内側にあることのように、明確な条件を設けていることが面白い点だと思います。このあたりはジョン氏の長年の経験に基づく基準なのでしょう。なお、ダブルトップに関してもダブルボトムと同様の考えを適用できると今回の講演の中で解説されていましたので、それに基づくとダブルトップの条件はこのように考えられると思います。ではここで説明されていたことを実際のチャートの例で見ていきたいと思います。今表示しているチャートはドル円の冷やしチャートです。チャートの真ん中付近に注目してください。ここにダブルボトムができていることがわかります。先ほどの JBB を用いたダブルボトムの条件に照らし合わせて見ていくと、まずはここの部分の下げの動きでロアーバンドをブレイクしていることが確認できます。そしてその時のバンドウィズの動きはというと、この中段のチャートですね。この上側の白のライン、125日間の最大幅に再び到達していることがわかります。ちょうどこの緑の三角形の場所ですね。そしてそこから反発した後に再び下がってきますが、今度はバンドの内側でダブルボトムの右側の安値を形成し、その後再び反発して、ここがダブルボトムのネックラインですが、このネックラインをブレイクして上昇転換していることがわかります。最後、パーセント B の動きを見ていくと、ダブルボトムの左の谷から右の谷に向かってパーセント B が上昇していますので、先ほどの条件通りです。このようにしてみると、ローソク足とバンドの位置関係、ダブルボトムの左でバンドウィズがピークに達していること、ダブルボトムの右側の安値がバンドの内側にあること、パーセント B が上昇していること、といったように、ジョン氏は理想のダブルボトムと表現していましたけれども、ダブルボトムを見極める、それが信頼できるものかどうかを判断する条件が非常に明確ですよね。相場が急騰しているのを見て、ついつい飛び乗ったら逆行していった。負けトレードを取り返したくて焦ってエントリーしたらすぐ上に硬いレジスタンスが存在してボールが自分の顔に跳ね返ってくるかのように損切りになってしまった。感情に振り回されて衝動的なトレードをしてしまうというのはトレードの収支を悪化させる大きな要因の一つですけれども、動画の冒頭でジョン氏の言葉にあったように感情に振り回されてルールを無視したトレードを防ぐことにもつながります。ダブルボトムやダブルトップまたはその他のチャートパターンというのは至るところで出現します。ただそれらが自分が使っている手法とかインジケーターに照らし合わせてどういう時に信頼性のあるものだと判断するのか、その判断軸をしっかりと持っていくことが重要だということを言われているんだと思います。では最後、3つ目のパターンを見ていきましょう。3つ目は2バーリバーサルを用いたエントリーと決済です。
2バーリバーサルというのは2本のローソク足で形成される値動きのパターンのこと。アッパーバンドとロアーバンドでこの値動きが発生することを確認してエントリーと決済に用いるというものです。ではこれについてもジョン氏の説明を聞いていきましょう。And we want the first one to close outside of the upper Bollinger Band and the second one to close inside the Bollinger Band. So it's an immediate reversal. Here's a classic example. Very strong rally outside the upper band, immediately back inside the upper band, and it forms the left-hand side of an M top. The thing I like about these is that you put your stop just above the prior bar so you know when you're wrong. Look here, you can see there was a failed 2-bar reversal here. We rallied, we closed back. We didn't actually get back inside the band, right? We just nicked it. So if we had thought, well, it's a 2-bar reversal anyway, we're going to trade it, then our stop, we would get taken out on the next bar. So we would have had a relatively small loss in pursuit of a larger gain. はい、いかがでしたでしょうか。2バーリバーサルを用いたエントリーと決済の方法ということで、アッパーバンドとロアーバンドをまたぐように発生したプライスアクションで反転を見極めて、それをもとにエントリーまたは決済に用いるという方法でした。特にエントリーに関しては、2バーリバーサルだけでエントリーすると逆張りになると思うので、その点は注意が必要なのと、これは僕の印象なのですが、この2バーリバーサルという動きもパーセント B やバンドウィズのインジケーターと組み合わせて使うというところが一つポイントになりそうかなというふうに思いました。今、ボリンジャーバンドを使われている方で、今回の動画を通じて3つのパターンについて興味を持ったという方は、そのあたりを検証ポイントにするといいのではと思います。また3つ目のパターンは、ローソク足の動きを注意してみるというのがポイントですが、普段インジケーターを中心に見ていて、ローソク足に注意を払ってこなかったという方は、こちらの動画でローソク足の見方の基本を解説しています。この動画の後に合わせて視聴していただくと、2バーリバーサルの考え方がより理解が深まると思いますので、チェックしてみてください。はい、ということで、ここまで JBB の3つの使い方を紹介してきたわけですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。パーセント B やバンドウィズといった一般的にはそれほど馴染みのない考え方が新鮮だと感じた方もいらっしゃるでしょうし、なんといってもやはり定量化、ロジック化して客観的に判断できるようにした点や、ルール化しやすくしたということが、ジョン・ボリンジャーさんのボリンジャーバンド、JBB の一番の価値だと僕は思います。ところで皆さんはこのような経験はないでしょうか。2バーリバーサルやダブルトップ、ダブルボトム。例えばこういったものを知った後に早速チャートから探してみて、ここにダブルボトムができているから反転のサインだと思って買いのトレードをしたら逆方向に動いた。何かやり方が間違っているんだろうか。このように新しく覚えたことを試してみるもなかなか思うようにいかないという経験です。ここからはこれまで学んだ知識をレベルアップさせるためのジョン氏からのアドバイスを紹介していきたいと思います。ボリンジャーバンドを使っている、使っていないにかかわらず、トレードの精度を上げるためのヒントが隠されていますので、ぜひ注目してください。You can use Bollinger Bands in different time frames. For example, we have typically short-term, intermediate term, and long-term. Intermediate term is the time frame which you do your primary analysis. It's the time frame which you make your buy and sell decisions and monitor your positions. Short term is used exclusively for executions, for getting the proper fills, for setting your stops and such like that. Long term is used for background information, for providing environmental information. So you might use, in the intermediate term, you might use 20-period Bollinger Bands on a daily chart to arrive at a buy or sell signal. In the long term, you might use 20-period Bollinger Bands on a weekly chart and only accept the buy signal from the intermediate term if you had had a similar buy signal from the long term. So you could use the environmental information as a filter to guide your intermediate term operations. はい、非常に重要な視点が紹介されていましたので、少し具体例を挙げてですね、内容を整理していきたいと思います。まず相場を見る上での3つの時間軸というのが紹介されていました。短期の時間軸、中期の時間軸、長期の時間軸の3つです。
そしてこれらの役割というのがこちらの通りです。まず短期の時間軸ですが、これはトレードの実行、つまりエントリーのための時間軸です。次の中期の時間軸というのは、売買の意思決定をするための時間軸。そして長期の時間軸というのが、相場環境を把握するための時間軸です。で、ジョン氏が言われていることというのは、例えば中期の時間軸で期間20のボリンジャーバンドを用いていて、長期の時間軸でも同じ期間20のボリンジャーバンドを用いているとします。この時、売買の判断をする中期の時間軸のボリンジャーバンドで、買いを示唆する動き、売りを示唆する動きだったりとか、様々なシグナルが発生すると思いますが、そのシグナルのうち、長期の時間軸のボリンジャーバンドで発生しているシグナルと、同じ方向のもののみ受け入れるようにするということです。一つ具体例をお見せしたいと思います。JBB の3つのパターンにあったダブルトップとダブルボトムを例として考えていきましょう。ここにダブルトップとダブルボトムがあったとします。ダブルトップというのは相場が頭打ちになって反転下落を示唆するチャートパターン。ダブルボトムというのは相場が底打ちして反転上昇することを示唆するチャートパターンでしたよね。これらが中期の時間軸の JBB で発生したダブルトップ、ダブルボトムだったとしましょう。この時に今度は長期の時間軸の JBB で相場がスクイーズを経てこのように上昇してきていたとします。この時ダブルトップとダブルボトムをきっかけにして相場が反転してくる場合、どちらがより大きな値動きにつながることが考えられるでしょうか。動画を3秒止めますんで少し考えてみてください。はい。では正解をいきたいと思います。これは右側のこちらですよね。なぜかというと、ダブルトップを作って反転下落してくるかもしれませんが、長期の流れが上ですので、下がったところから反発してきてしまうかもしれませんよね。ましてやちょうどこのスクイーズからバンドが拡大していく局面であればなおさらです。一方のダブルボトムの方はというと、ダブルボトムは相場が底打ちして反転上昇を示唆するサインなのですから、それが長期のボリンジャーバンドが収縮を経て上昇してきたタイミングで発生すれば、長期の流れに支えられて大きく動き出すことが考えられます。このように日々相場を見ていると、買いを考えたくなる動き、シグナル、売りを考えたくなるシグナル、ダブルトップやダブルボトム、ツーバーリバーサルなどいろいろ発生すると思いますが、それらすべてを同等のものとして扱うのではなくて、相場の長期の時間軸、環境認識をする時間軸から読み取れる方向性と合致する方向で、さらに中期の時間軸で売買を考えていくのが大切だということですね。で、このことというのは、このチャンネルの動画でもいろいろなところでお伝えしている、上位足の方向に沿ったトレードに注力するということと同じことを言っています。今回の動画の中で紹介した3つのパターン、スクイーズやバルジ、ダブルトップやダブルボトム、ツーバーリバーサルがありましたけれども、これらの意味合いというのも長期の時間軸の状況次第では変わってくると思いますので、今回 JBB に興味を持ったという方は、次のステップとして上位足の状況と合わせてこれらのパターンを見るようにするといいと思います。上位足のボリンジャーバンドをトレーディングビューのチャートに表示させる方法についても概要欄にリンクを載せていますので、合わせて確認をしてみてください。ということで、相場状況を把握するためには環境認識が重要ということで、こちらの動画も参考にしてみてください。